めっちゃ並んでます。どこ行ってもヤシの木。大きいね、こうやって見るとね。760m 先だけどこれね。意外とね、人が多いから怖い。走行充電は全くしない。いろんなことがある九州の旅です。わーい、助かったぜー。何やってんの？だって寒いかあ、そういうこと。そんな寒い？寒いじゃん。寒いよ。おはようございます。朝7時ぐらいです。安全もおはよう。はい、おはようございます。ふーチャンネルです。今ですね、時刻が7時27分、室温 15.8 度、湿度 64% です。やっぱね、夜ねちょっと FF つけずに寝たんですけども、だいぶね冷え込みました。まあでも車の中ね普通に寝てる分には全然あれなんですけど、起きるとちょっと寒いかなみたいな感じです。おはよう。アンズはジョージをすぐいじめます。アンズ、はい、ちょっと待って。おはよう。おいちゃんもおはよう。アンズお外は？うーちゃんとアンズがお外チェック。ちなみに今ここで言うと、うーちゃんとアンズのところには今ヒーターが来てます。このヒーターはここから出てます。いい感じの朝だね。よいしょ。出発です。今朝一でちょうど管理棟がいたのでゴミを全部リセットしてきました。これでダンプ、給水、排水、ゴミすべてリセットなんで。はい、ありがとうございました。でここから天照鉄道の方へ向かうんだけど、ただ、まあ、今時刻が8時40分ぐらいだけど、もうおそらく混んでるのではと。そうね、9時から受付開始っぽかったね。どうだろうね。でここを曲がってもうすぐなんだよ。すぐだから曲がって降りて混んでたら、ああそういうことだなって感じで、多分このサイズがね駐車場入らなそうだから、もう臨時駐車場に最初から持っていくしかないかな。あーダメだ、満車。本当だ本当だ。メインの駐車場はもうパンパンで入れなかったんだよね。あー結構入ってるね。怖いのがさ、こういう駐車場入ったはいいけどさ、満車になっててさ出れないってなったら嫌なんだよね。回れないみたいなさ。これさ、歩いてきてる人たちはさもう時間諦めたってことなのかな。よいしょ。でもバンはいるね。よし、じゃあ今からね受付に行ってきます。もう結構入っちゃってるから、もしかしたら乗れないかもしれん。確認だけだね。はい、今ね無事に到着しました。でこれからね一応列車、臨時駐車場からはそんなに離れてないです。離れてないんだけど、見ての通りめっちゃ混んでるんで、もうあと1台入るか入んないかぐらい。すごい人気だね。よし、とりあえず向かっていきます。そう、ちなみにねメイン駐車場はねキャブコンはね全然行けちゃいます。もうすっげえごった返してる。あーすごいね。いやちょっと厳しいかも。めっちゃ並んどる。こんな感じでめっちゃ並んでます。今ね9時8分なんだけど、9時スタートでもうすでに午前中が完売。でももう並んでる人たちが買ったら多分11時40分。もう午後になっちゃう。もうちょっとなかなか厳しいね。まあこれがねゴールデンウィークの現実です。これは別に何の車乗ってても一緒じゃん。結局変わらなくない？はい、今ね燃料も入れて満タンです。なんでね車運転してるかというと、
諦めて帰ってきました。やっぱねゴールデンウィークはねもう仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、まあこれは仕方ないよ、本当に。で我々はねちょっと高千穂を抜けて、はい、まあいろいろね計画変更、もともとはね天の坂鉾行こうと思ったんだけど、まああそこはちょっと登山っていうことで、まあ、杏がねちょっと 3,4 時間は放置しちゃうんで、まあ、それがかわいそうかなっていうことで、まあ、一回やめて、で高千穂でねゆっくりね天照鉄道でも乗ろうかと思ったら全然ゆっくりできる状況じゃなくて、もう人が多い、もう人すごいねここ本当に大人気で、まあ、なので、まあ、そこも諦めて、でこれからですねもう一気にねちょっと場所を変えます。で場所はね宮崎県のねもっと南下しまして、あれ三メッセっていうのかな、あそこ、モアイがあるとこですね、モアイ像。あそこがちょっと行けるかどうかわからないリストに入ってたんだけど、まあ、急遽ねここに来て、まあ、行けんじゃないってことで3メッセにルート変更します。ここからね172キロとね、まあ、結構距離あるんですけど、幸いね天照鉄道のおかげで朝早く起きてたんで、もうね9時半の時点で出発できております。まあ、ほら見てこの反対側ねもうねこんな状態なんで、高千穂まだ入ってないからねここ。しょうがないよ、本当に行けないのはしょうがない。だって連休だもの。まあまあそんなでねこれからね3メッセまで行ってみたいと思います。はい、今ですね日南の方に走っております。もうあとね35キロでね3メッセまで到着するんですけども、ちょっとねまた今日もね充電関係があんまり調子良くなくて、もうねこれデュカトなのか CTEC なのかちょっとね何が原因なのか分かんないんですけど、昨日ね20アンペアしか充電がしなくて、いわゆるね CTEC のスマートパスっていうのが動いてない状態で、まあ、停電熱すぎてねデュカトのスマートオルタネーターの関係もあって、まあ、かなりこう低電圧なんじゃないかということでビルダーから回答いただいてたんですけど、スマートパスどころかもうね普通の CTEC の充電器さえ動いてない状態です今日。チャージにすらならない。もう減る一方、ちょっとねもう原因がわからない。朝は高千穂で RV パークにいたから当然 100% なんだけど、出てからもうすでに86まで減ってます。まあエアコンでさっきまで使ってたっていうのもあるんですけど、全くね充電しないしっていうかチャージにならないんで、今エアコン切ってるんだけどエアコン切っててもチャージしない。もうなんなら今日ソーラーが入ってるから本来はソーラーで充電してもいい。だからプラスになり得るはずなのになぜチャージすらならないんだろうっていう。そうだ、そのソーラーも入電がねそのまま MPPT じゃなくて CTEC の方の MPPT にそのまま入電されてるから、そこから処理されてるんだけれども、その辺のねちょっとね細い設定だとか接続の仕方っていうのをねちょっと今確認できないから。でも明日今ここさもう本当九州だし、これから最南端の方まで向かおうとしてるところにさお店ないから。そうそんなん無理やん。うちはね最悪ねポタ電があるから、ポタ電から外部充電に挿して車を充電させるってことができるのよ、で幸いにしてチャージャー2はなんとか動いてるから、まあ、とりあえずねちょっと今充電してないからもう何かしら考えて走ります。高速を降りて今下道だね。なんかところどころさちょっと南国チックなさ植物が植えられてたり、なんちゃら湾みたいなさ、これヒューガなんていうのこれ、日向湾。なんかここ洗濯なんとかだった。洗濯板、ほら岩が本当だごちごちしてんの。なんか宮崎は海岸沿い走ると割とヤシの木だらけって話を聞いてね、なんか南国チックだね。そうヤシの木どこ行ってもサンライトだ。本当だね、サンライトの街だね。すごいね。わあ本当だ。どこ行ってもヤシの木。あとはね3メッセに入れるかどうか。確かに、もうねどこ行っても駐車場問題だよ本当に。本当山海ヤシの木ってね。さああと 1.4 キロだよ。駐車場多分この辺なんじゃないの？違う？ここもなんかすごいよ、うわーなんか3メッセもうまた入れなそうだね。もう終わった感じだわ。もう宮崎終了かもしれない。760m先だけどこれね。
よし、はいはいはい。今駐車場に来まして、入れそうな感じだったよね。入れてくれたから。うん。普通になんかはいね。まあ都人証ここから渋滞だけど。ほんまや。入れんのかな。でも入場制限って書いてあったけど、どういうこっちゃ。いやすごいわ。はい、もう今んとこ料金所に来ましたが、普通にプーンって来る分にはいいんだろうけど、ちょっとあれだよね。渋滞続きでこう来ると大変です。結構ギリギリの幅よ。オレンジラインを踏みながら走るか。でこれが混んでなければ別にそこまでだと思うんだよね。登ってきちゃう。ブーンとね。ただこうやって渋滞になってきちゃうとちょっと厳しいよね。ちなみにこちらはペット禁止ですので、あんちゃんはちょっと待っててもらって。お疲れ様でした。あれはやってくれるからいいね。変にあれするよりは。ちょっと乗ってみたいね。ここは止めてくれたから多分そのまま行って平気なんじゃん。この道幅すれ違いねえな。でしょ。だから警備員さんいるんだろうね。これは難しいよ。そっち。あの警備員さんがいる。これじゃないの？さあ、ちゃん、これからカートです。モアイはね、後で歩くらしい。そう、これでは見れないんだよね。わーい、うーちゃんどっち14番。ちゃん後ろいいよ。行くよ。はい、出発です。はい、出発です。行くよ。行ってきます。おーい。行くよ。ええやん。目にゴミが入った。早い早い。ルクルク行ってるよ。おお、すごいすごい。あ、海綺麗だね。あ、モアイ像見えるじゃん。本当だ。モアイ像すげえ人。わお。モアイの周りにめっちゃ人がいる。並んでるね、何にしても。そうだね。ブランコでも並んでる。一個ずつ止まってきました。あそこじゃない？最初のパーキング。おお、斜め。あ、こら。これパーキングじゃない？パーキングだ。じゃあ一回これに止めていきましょう。おう、すごいね。あ、モアイ。ここは何？最初のパーキングは恋人の丘です。恋人とかないから。あれなんだろうね。そこに行かなきゃね、あれに。ね。じゃあうーちゃん緑。はい、チーズ。よし、じゃあ行こう。はい。モアイ。行くよー。こんなもんか。じゃあ行くよー。はい。いいですね。ね、下るとき楽しそう。さあ、第2スポットみたいなところに来ましたが。さあ、ここは今なんてところ？サンデッキの上か。なんか神殿みたいな。あ、この上にあるってこと？あ、じゃあ、はい、上行ってください。こっち登っちゃうとダメ。行き止まりです。あれ登っちゃうと結局上行っちゃうから。そうだね。じゃあカートに戻りましょう。早っ。意外とね、カートなくてもいい疑惑だよ。
アイってそれぞれちょっと顔がまた違ったりしてる。やっぱりこのイースター島の古いモアイと日本の新しいモアイっていうのはこれは復刻版なんだね。イースター島にあったやつの復刻版。世界で初めて日本に彫刻を許可って書いてある。さあ最後ブーンっていってちょっとチラって見て帰らないと時間がありません。ね、急いで帰りましょう。ちょっとドライブを楽しんだ感じだね。ね、いいんじゃないわ、こうぐるっていって U ターンして戻っちゃえば。うん、ちゃんと場所をチェンジして。よし。レッツゴー。ふーちゃんの後ろ座りたいっていう。ちゃんと捕まっててね。意外とね、人が多いから怖い。あ、そう、それはある。あと意外と道狭い。そう。これコンパクトだけど。これがさっきの見たモアイでしょ。モアイ、そう。イースター島から復刻を認められたモアイ。歩いていきましょうね。さあ、モアイ広場。このまま下っていけばあるんじゃない？モアイが見えてきた。リクガメさんがここにいるみたいだけど、あ、大きいリクガメ。スミス。スミス、でかいなスミス。ナナちゃん起きてる。ナナちゃんも起きてます。あ、大きい、いっぱい。うん。すごいね。おお。モアイ。モアイだね。若干大きさとかも違うんだね。モアイふーちゃんもさん。そっち行っちゃう。大きい。はい。大きいね、こうやって見るとね。じゃあ行くよ。あ、モアイもすげえ人多いね。でそろそろ帰りましょう。安全も待ってるからね。もうマジショックで落ちるっていう。絵に描いたようなべちゃって感じ。ママじゃない、パパ。ちょっと今呼んだけど拭くものがあれば。掃除のあ、来てくれた。じゃない。あ、申し訳ないね、本当に。すみません。本当すみません。ありがとよし、行きましょう。う。はい。はい。どうも、すみません、ありがとうございます。あ、でも大変ないね。その辺はすごい親切。そう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 。じゃあまた。いいですよ。そうそう、今そう、声かけてくれた人もそうなんだけど、そ2組ぐらい実は声かけていただいて。そうなんです。まさかこの宮崎の地でモアイのところに。そうそうそう。モアイで2組に会うっていう。ありがとうございまね、す。ありがとうございます。昨日ものあれだったけどね。あ、そうだね。わお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 。狭いよ。でも帰りはさ、狭いんだけどさ、混んではないからさ、まあね、詰まってはないからね。そうこの行きのこのそう。詰まりがちょっと嫌よね。この時間でもまだこんな混んでんだ。そうよ。ある意味、まあ、入れたし行けたからよかったね。まあまだね、ちょっとモアイも見てみたかった。おお、すごいね。見たかったし。すごい混んでる。警備員さんたちがいてくれるから、その辺はものすごく助かります。誘導は完璧です。誘導は完璧です。だから大きい車で来ても本当ちゃんと誘導してもらう。ただね、まあだからね、この車乗ってて分かるのが本当にね、観光地を行ったり来たりするのはあんまり向いてない。向いてない。本当に向いてないと思う。まあそれはまあ前々から分かってはいたし、実際乗ってみてどんなもんかっていうのを改めて、ね、確認した感じになる。なので今日はこのまま一回鹿児島の方に向かっていっちゃおうかな。そうだね。一回移動します。ははい、今ですね、向かっているのですが、やっぱりね走行充電しないですね。もう今ね 84% まで減ってます。でチャージがゼロです。走行充電が動いてないです。昨日はスマートパスが止まってて、今日はスマートパスどころか CTEC そのものが止まってます。なんかさ、デュカトがだからっていう問題なのかっていう、まあ、とりあえずもうねどうにもならんから走行充電しないから
嫌だけどどっかで車止めて一回全部荷物出して自分で見るしかないかなって。まず CTEC が今どういう状態なのかそれもわからんから、インジケーターとかねランプの状態とか見て、試しに外部電源ポータブル電源でやってます。それであればしっかりチャージをされます。26アンペアぐらいでね。これは動くんだけど走行充電は全くしない。一回かけてみます。はい、今ねアイドリングです。アイドリングはマイナスですね。もちろんインバーターも使ってないです。ここねインバーター全然充電されない。もちろんね走っててもダメです。本当はね走ってるとこ撮れればいいんだけど、なかなかちょっと撮影が難しくて、朝 100% あってインバーターをちょっと使ってエアコン使ってる時に充電してないことに気づいて、それからエアコン止めてますが、もちろんこの通りね回復しておりません。でさっきまた少し使ってで今止めてるんですけど、それでもまたね止まってます。インバーター専用の回路なんでそれ以外使い道ないんですよね。電圧もね電圧が低いから回らないって言われたんだけど、13.5V メインあるんで 12V ぐらいしかなかった時はさすがにこれはちょっとどうなんて、デュカタのねスマートオルターネーターチャージャーの仕業かもっていう話はあったけど、13.5 でそれはないんじゃないっていう。もともと CTEC っていうのは 13.1V 以上入ると回るもんなんで、スマートオルターネーターチャージャーの配線を組んでれば 11.8V で回るんですよ。だから回らなくなることはないはずなんですよ、この電圧で。ちょっとその辺はねもう一回調べてみたいと思います。道の駅串ちょっと夜、ちょっと寄り道寒くなってきたよ。ちょっと半袖だと寒い。これそのまま食べれるの？お刺身じゃない？黒いやつ、これすごい黒いじゃん。これで手作り。はい、今ですねここで何軒目かちょっとわからないんですけども、全国制覇旅ついにですね鹿児島県に入りました。イエーイ、九州コンプリート。このね九州最後の地鹿児島県です。いや長いね。長いね。本当に長い。さっきすごい素敵なキャンプ場あったね。高松キャンプ場だかな、いいな。テント泊だけだったね。車もあれか、コンクリートまでは入れるのかかな。芝生までは入れないんだけど、すごい海が目の前のめっちゃいいキャンプ場があったね。芝生のとこ最高そうだって。まだこの辺はちょっと宮崎チックな感じがあるね。海にはちょんちょんしてないね今年。ああそうだね。今年っていうか今回のこの旅、海目の前がまだないもん。でもこの間のはね漁港だったからね。ここだったらビーチだからね。と目的地としている場所まではあと12キロぐらいだね。そう今日はねあと12キロ道の駅。そこの道の駅でもね温泉があるんだよね。そうなの？だからお風呂今日そこでもいいけど。そうね。6時まで道の駅やってるみたいだから、なんかちょっと買い物まだできるね。国の松原大崎っていう名前が長いね。やばいね。そんで温泉です。うーちゃん待望の温泉です。今日は温泉に入る。そう RV キャンプサイト。何 RV キャンプサイトって今書いてあったけど、何それ、調べてみるか。そんなの。とりあえず道の駅着きました。多分こっちやろ。でなんかね RV サイトって書いてあったから、マジで今電源欲しくて借りれるんなら借りたいな。マジで電源不足。コインランドリーもあった。結構いいね。わかんない。一回入ってみる。よし、今ね RV サイト予約できました。今日はなんとね1台しかいないということで5台中の1台のみで、あと空いてるからどこでもいいですよと。しかもね3900円で電源付きで、なんとね入浴券付きです。3人分。超ラッキー。安いし外コン使えるし、で目の前うーちゃん公園だったもんね。そうでしかもコインランドリーがねついてるっていう。コインランドリー24時間なのかな。24時間でしょあれ多分。でトイレもね温泉施設の中の中使えるって。24時間使えるって。いやよかった。すげえいいとこ来たわ。助かった。とりあえず今ね移動して外コンさしておいて、その間にちょっとねうーちゃんたちはちょっと公園行って遊んで、パパは一回ちょっと車を修理というか見ます。安全もついてってな。でも安全ついていけないのか。お散歩だね。
パパとが一番先決じゃない？じゃあアンズと一緒の散歩だね最初に。よし、じゃあ一回移動します。いや、まさかのね、道の駅に来たら、コインランドリーがあったり、いろいろね充実した設備だねなんて言ってたら RV サイトまであって、マジでありがたい。でしかも30アンペアの電源付きなんで、ここで一回外コさせると。で外部充電で充電させつつ、ちゃんとしたサイトなのでちょっと一回荷物出して、CTEC とかのねちょっと調査もできると。でなおかつ目の前に公園があるからうーちゃんをそこで開放すると。アンズはで芝エリアダメなんでしょ？そう芝エリアはダメだけど、なんかオレンジエリアぐらいまでは多分平気だから。もう助かった、いい場所だね。木がちょっとでかいんだよここ。こっちから行っちゃう。いい場所だね。よかったねパパ。助かったね。これでドッグランがねちっちゃいんだけど、あそこにあるんです。こんな感じで広い。そうだね。わーい、助かったぜー。ありがたき。ここのね2番目これだね。ということで一回止めます。ドッグラン、初めてのドッグラン。いいじゃん、もうここで十分じゃん。アンズ走りはしない。こんな感じで L 字。楽しそうです。走りはしないけど。やっと本来の使い方が。うーちゃん走って、うーちゃん走って。アンズ。公園はこんな感じで広々としております。うーちゃんがなぜか公園を駆け巡っている。はい、ということで今ですねこちら CTEC 開けてみたんですけども、充電状況としては CTEC までは来てるけどバッテリーまで遅れてないっていう状態ですね。ちょっとこれからねいろいろ設定とかね確認してみます。ちょっとね今ですねいろいろ調べてたんですけども、アイドリング状態でもアイドリングしていない状態でもこの状態です。緑色のランプがついて、オレンジ色のソーラーマークはつきっぱなし、下の A って書いてあるところですね、これが点滅、オレンジ点滅と。でバッテリーへの供給がされてないようなシグナルになってます。スマートパスは何も光らないと。これはアイドリング状態でも光らず、アイドリングしてなくても光らない。この状態でね分かるのが CTEC のね説明書を見たりだとか、説明書を元にいろいろねエラーのね表示のね確認とかしたんですけども、今この状態はですね、待機中ということなので、これが正常らしいです。ただねちょっとね説明がつかないのが、 CTEC はそのように動いてるんですけども、このコーデックの方は普通にチャージ入るんですよね。外部充電が普通に入って普通に充電開始します。なのでちょっとここがね物が違うんでね、会社がそういう意味で CTEC ではセーブモードになってると。で外部充電器はまだまだいけるよっていう風に見てるということで、カウントの仕方の違いというか見方が違うみたいな、そんな感じっぽいです。なのでちょっとね今回ねまだまだ旅が続くんで、そこでね様子見をしていきたいと思います。じゃあ温泉に行ってきます。大浴場って書いてある。インコーラー。ママたちはアイスを買うらしい。これでいけんの？シンプルにバジルソースかけて食べる。黒セブリってこ洋食らしい。なんかすごい歯応えありそう。切るの難しい。と。アンズお気に入りのお席。人間よりも安全の方がいるんじゃない？
あうーちゃん味噌汁の具を123こんな感じでモアイが一番楽しかった。もあいさんでもパパ公園でのカートが遊んだのも楽しかった。パパのカートが楽しかったの。一瞬さムチ打ちになるかと思った瞬間はあってなるわけですか。まあお見せできないけどトイレのところは洗濯物が干されて大変です。はい、お米がかりあ、ういちゃんお米炊くんじゃないかった。予想。あれだね。車もうーちゃんも大きくなってきたのに炊飯器だけは変わらない。ずーっと同じ大きさの炊飯器。本日のご飯メインはこれ黒セブリだっけ、さっき買ったやつの道の駅そうで、あとは家から持ってきたきゅうりと家から持ってきたチーズとただのお味噌汁と納豆。はい、上等なご飯でございます。はい、乾杯。お疲れ様でした。いろんなことがある九州の旅です。いただきます。ブリ肉厚。どう？美味しいみたいだよ。美味しい？すごい美味しい。今度車で豚汁とか作ろうかな。時間がある時で。マンズがさ寝てる。なんであんな運転席好きなのかな。知らない。みんながご飯食べてる時にハンズがここであの寝方で暴れた。ほとんどない。眠いね、ハンズね。うーちゃんのでめっちゃおやすみ。よし、やっとねコインランドリー乾燥機入れました。うーちゃんランドセルしとって。この中に洗濯物入れて持ってきてました。ちなみに重い時は一切役に立たないうーちゃんです。本当だよ。空の時だけ。次何買うの？カラフルチョコみたいなやつ。あれ200円だった。で、ママのは220円。なんで20円高い？セブンティーアイスってそんな高かった？値上がりしたでしょ。知らないね、変わってしまった。パパは節水計画だからちゃんと節水してる？っていうこと。いいの、ありがとう。一口。ママに見せてもらって。よいしょ。何やんだ。なんだかこうやって見ると室内が遠いような広いような短い。ジロジロジロジ。なんかベッドがやっぱり横向きしてるのがベッドらしいよね。はい、ということでね、そろそろね今日も就寝します。今日はなんか洋服がいっぱいかけてあります。なんかこのね A68 のバンクがね、バンクじゃねえか、この両サイドね天井高いんでねハンガーラックみたいになってますね。服屋さんが作ったらしいです。ということでね、今日はねスタートが高千穂からスタートして大渋滞に巻き込まれながらなんとかモアイまで着いて、大渋滞に巻き込まれながらモアイの中でまたカート乗ったりいろいろしてました。まあゴールデンウィークはねめっちゃ混むということがねこれでよく分かったかなと思います。と同時にですね、車のね走行充電器がなんか充電しないというトラブルもありながら、踏んだり蹴ったりやねっつって道の駅来たら RV サイトと電源付きと、しかも予約なしで入れて、お風呂もそこの料金代で入ってると、でなおかつコインランドリーもあるというね、なんかすごい完璧な道の駅にたどり着きました。まあそんな感じでね、今日一日もねなんだかんだいろいろあったけどなんとか乗り切れたかなという感じです。ということでね、また明日はね、ついにね佐多岬の方にね向かおうかなと思っております。また明日もね朝が早いのでもう寝ます。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。
次回の動画もよろしくお願いします。バイバイ、おやすみ。はい。じゃあまた来週。また来週。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。